地球を襲ってきたらどうなりますか？そんな星の生物がもし地球を襲ってきたとしたら、もちろん大変なことになるでしょう。こちらは宇宙服を着て大暴れする火星怪人。両端のアンテナから破壊音波を出し、真ん中からレーザー光線を出すんだ。目は何でも透かして見る力を持っている。火星モグラを食べるので牙は長くて鋭い。声を出すところは特撮の着ぐるみ風です。あと地球人の26倍も頭がいいらしい。レーザー光線で人を殺したり、不思議な音波で物を壊したりもする。こちらは宇宙人勢ぞろいの画像なんだ。こいつは昆虫と哺乳類の宇宙人。かなり気色悪いよね。このページがトラウマになってる人は多いと思う。このメガネザルっぽいやつは金星人無理。考えることが大好きで、戦争や喧嘩は大嫌い。自動車や飛行機など便利なものも大嫌い。水星人、岩を食べて生きている。食べたカスは頭に乗せ、重くなると手でかき落とす。体が大きく力も強い。他の生き物を見ると何でも襲いかかるというゴリラ星人。他にも色々いますが、子供が見る図鑑にしては怖くなるようなディティールなんだよな。悪い宇宙人が薬で昆虫を大きくしたらどうなってしまうのか。これはそうしたことを想像したイメージです。月はどれくらい遠くにあるのですか？人が歩いたら11年、自動車なら9ヶ月もかかる距離、新幹線なら80日、ジェット機なら16日、アポロ11号なら4日半、光の速さならたったの 1.3 秒なのです。ほうき星というのは何ですか？ほうき星とは正しくは彗星と言ってます。ハレー彗星がこの次に現れるのは1986年の予定です。世界一大食いな人はどのくらい食べるのですか？プロレスラーのヘイスタック・カルホーン選手は1回に鶏の丸焼きを20羽、卵を50個、牛乳を30本、生野菜を大きなカゴに3杯も食べるそうですから、世界一大食な人になるかもしれません。世界で一番強いプロレスラーは誰ですか？今世界には何人かの世界チャンピオンがいますが、こうした強い選手同士がなかなか試合できない仕組みになっているので、世界一を決めることはとても難しいことです。世界にはどんな大魔術がありますか？この絵は綺麗な女の人のお腹を電気のこぎりでザクザクと切って真っ赤な血が流れ出し、思わず目を背けたくなるような場面です。でも安心してください。魔術師が「えい!」と掛け声をかけると、女の人は笑って元気に立ち上がりますよ。ソ連のアゼルバイジャン共和国に住んでいるチラリ・ミスリモフじいさんは164歳ですが、まだまだ元気いっぱい。世界で一番大きな木はどこにありますか？一番大きな木は北アメリカにあるセコイアで、大きなものは高さが100メートル以上もあります。獣や鳥と話をすることができますか？東アフリカでゴリラが突然檻から脱走した時、一人の男がゴリラの前に出て行き何かを喋りました。すると不思議なことにゴリラはおとなしく檻に帰っていったのです。実はこの人は子供の頃、猿にさらわれて猿と一緒にジャングルで暮らしたことがあったのです。そのため猿の言葉を知っていたようです。透明人間になるとどんなことができるのでしょうか？まず1つ目、戸棚のおやつをこっそり食べることができる。2つ目、給食のおかずを好きな子にあげられる。3つ目、かくれんぼで鬼に見つからない。4つ目、弱い者いじめをする子を懲らしめられる。5つ目、お年寄りの荷物を持ってあげられる。人間よりイルカの方が頭が良いのですか？最近の研究でイルカが水の中でいろいろな音を出し、仲間同士で話し合っていることが分かったんだ。他にも音の跳ね返ってくる時間によって物の遠さを知ったり、人間の笑い声や喋り方を真似したりするとも言われている。もしイルカが陸上で暮らせるとしたら、知恵では人間を任してしまうと言われている。ここで有名な目の錯覚を起こす絵を紹介しよう。四角の中の斜めの線は全て平行です。どちらも中心の赤丸は同じ大きさです。上の斜線より下の斜線の方が暗く見えます。白線が交わるところがうっすら黒く見えます。上下ともに横に伸びる2本の線は平行です。ミイラは生き返ることがあるのですか？昔の人がミイラを作った理由は、魂が再び戻ってきた時にミイラから生き返ると信じられていたからです。しかし生き返ることはできません。
とにもかくにも小学館、なぜ何学習図鑑で描かれている写実的な絵画の数々は日本の少年少女たちにトラウマを植え付けたのです。